本動画は9月20日より全世界で公開中の 3D アニメーション、トランスフォーマー ONE の本編の内容や結末に触れるネタバレありの動画となっています。劇場での鑑賞をしてからの視聴を強く推奨いたします。以上を踏まえてお楽しみください。やる気したっか B127。ある意味一番やべえやつ。気絶してた方がうるさいやべえやつ。ビッグやバトロン。ビッグやバトロン。ビーグやバトロン。予告時点では渾身のギャグが滑っただけだと思ってた。マジでビッグやバトロンだった。見終わったキッズがめっちゃビッグやバトロンの真似してる。あれは子供に大受けするよ。字幕だとこの翻訳だったけど吹き替えも同じ。同じビッグやバトロン。ビッグエアバトローンみたいな感じだった。先にビッグやバトローン。大きくせいでメガトロンの名乗りがちょっと面白くなってしまうギャグ。ビッグやバトロン。をすりまくられて無意識にすり込まれて本当にメガトロンの命名に影響してそうなのがなんかやだ。メガトロナスプラスビッグやバトロンイコールメガトロン。ビッグやバトロンの元ネタがよくわからなくてあんまりピンとこなかった。なんか強そうな言葉プラストロンっていうノリの産物かと。トロンは道具の意味があるから転じてサイバトロニアン的に活かしてる名前の意で、やべえやつとかの意味合いのバダスと組み合わせて。吹き替えはバッドアスに音を合わせる形でビッグやバトロンって感じか。見てて心配になるレベルはなかなか珍しいよね。地下50階の労働に就く前からやばかったやつ。まず普通は地下送りになることなんてないからね。相応の理由があったんだ。相応の理由って面白くないギャグをまくし立て続けることかな。多分ダークウィングがそれで切れたんだろう。むしろやばいからここまで落とされたと自分で言ってたような。どうしようもないやつでもとりあえず仕事当てがってやってるのは良いことなのかもしれない。言い方悪いけどマジで土方底辺軍団だったなオートボット。オートボットは知識階級の富裕層が多い印象だったから今回のドカタ軍団オートボットは新鮮。そんな環境を作ったクソ野郎がいるようだが、歴代トランスフォーマー映画の面白さランキングだと何位くらい？自分は歴代全部楽しい、からランキングつけられないけど初心者には入りやすく上級者にはネタ探しが楽しめる。バランスのいい作品だと思うよ。映画すっげーよかった。けどこいつがノイズすぎる。何がノイズだった？とりあえずそこから改善するから教えてよ。ほら俺ってずっと地下50階にいたじゃん。その辺まだよくわかんなくってさ。いや別にぼっちじゃないから、心配しなくてよいからさ。友達だっていっぱいいたろ？その辺まだよくわかんなくってさ。いや別にぼっちじゃないから、心配しなくてよいからさ。友達だっていっぱいいたろ？みんな喋んないけど俺一人で喋ってたみたいでやばいやつみたいじゃん。でも安心してよ。オプティマスプライムと一緒に働くから全然平気。なんかオプティマスプライムってまだ慣れないな。そういや俺も名前変えた方が良いのかな？あれ？俺が喋り出すとみんな静かになるんだよな。なんかつまんなかった？じゃあこの前のとっておきの話をするから聞いてよ。大丈夫すぐ終わるからさ。でも話が良いかな？ちょっと待って、すぐ決めるから。ずっともいいよね。親友殺し。とりあえず TF にも睡眠は必要なのか。金色の眠りから覚めるので。なんであんな重要な通信データ持ってたんだ B の友人。ガラクタでままごとやってて精神病んでるだろ。と思った。本当に喋ったらやばい場面では黙っているので壊れたスピーカーではない。やばい時は理性が効くってもっとやばいやつでは。微妙にちょっと正気になるのが怖い。列車の上に乗ってる時地形変化から誰よりも早く逃げたり意外とまともで判断も早い。控えめに言って最高だった。控えめに言って気違い。正直地下に閉じ込めておくべき存在だったと思う。登場時はちょっと触っちゃいけない系の人すぎて空気がひりつく。そして特に変わらずにずっとやばい人のまま話が進んでいく。こいつおかしくない？って言われてもこいつおかしいよねって返すしかない。なってしまった経緯がものすごく丁寧に描写されたメガトロンと違ってこいつ最初からずっとこれだからなんなんだよお前。ってなる。センチネルのやってることに若干の正当性与えてるような存在すぎる。興奮状態とはいえ放送室乗り込んで手当たり次第ズタズタとか。ちょっと方向性が違えばイカレ暴君になりかねん。オライオンとエリータと違ってこいつだけ自分から敵を殺そうとしてる。こいつは間違いなく殺しを楽しんでる。ソードが出た。そういや予告編では、ナイフハンド、だったけど本編では、ソードハンド、だった。多分、ナイフで人切ったらダメだよ。ってことで変えたんじゃないかと思う。キルスコアめちゃくちゃ高そうだったやつ。暴力とは無縁だったから暴力を振るうのにためらいがないやつ。ムードメーカーとして機能してるわけでもないし起点が効くわけでもないしいる意味ある？と思ったら暴力装置として優秀だとは。ねえ？僕？暴れてないよね？はい。そうです。元からこうだったよね。
自我の薄いドローン兵を恐怖のどん底に突き落とすやべえやつ。キャッキャしながらサクサク両断していくの怖すぎる。D があれだけ感情高ぶらせて武器連成したのにこいつはニャルっと生えてくるのなんなの。D ばかり言われてるがこいつの表現ぶりもなかなか怖い。D16 ですら気合い入れて出した上に自分で若干引いた武器展開を何の躊躇もなく振り回すプライムコブの継承者。両腕ブラスター&ブレードは殺意の塊すぎる。獲物が火炎放射器等の名をつけますもまあまあ怖い。やばいのはこいつ自身なのでは。狂気の出方としてはメガトロンと似たようなとこあってハラハラする。声とちっこい見た目のおかげでだいぶ緩和されてるけど冷静に考えたら怖いなこいつ。実写版バンブルビーが実際はこんなんだった可能性の世界線。発生回路を潰されたことに説得力が出ちゃうのがひどすぎる。気絶させても黙らないしうるさすぎて発生回路取られた説が出てきて笑う。発生できない代わりにラジオで話すのも騒がしいっちゃ騒がしいよな。実写 B にブラーのスパーク入れたらこんな感じになるんじゃないかな。もともとバンブルはおしゃべり気味のキャラではあった。実写以降強制無口キャラが定着したけど、木村さんはやっと映画でたくさん喋れるの嬉しいと言っていたのでよかった。 B 専属声優なのに実写じゃ喋れない設定だから意味ないもんな。こいつにメガトロナスのコブ入れたら手がつけられなくなりそう。ビッグやバトロン名乗りそう。完全にギャグ路線になるのはわかる。こいつのコブ誰のなんだろ。マイクロナス？バンブルビー大好きな結城葵の感想聞きたい。バンブルビーかもしれない誰か。バンブルビーじゃなかったら怖い。ガングはバンブルビーで出てるよ。本編では一度も名乗らないけど。パンフとかだとバンブルビーって書いてあるよね。今回これからバンブルビーって名乗るって尺がなかっただけで。パンフとか思いっきりバンブルビーって書いてるし、名乗るところカットされたんかな。言語版でも特にバンブルの名称は出てこない。2でしれっと違うバンブルビーがいたら笑う。バンブルに似てるだけの別人とか割といるからやれそう。自分をバンブルビーだと思い込ませてる大音だろこいつ。こいつ見た目がバンブルっぽいけどブラーじゃない？ブラーはレースのシーンで名前映ってたな。実写シリーズだと、バンブルビーって地球に来て人類に命名されたことになってるしそれと矛盾しない程度に伏せてたんだと思う。シンプルに今までのバンブル像で似てるやつがいない。今までのトランスフォーマーに繋がりそうで繋がらない始まりの物語。それがワンだ。これまでの歴史から要素拾いつつもかなり独自設定あるしな。過去のいろんなバンブルビーの玩具スタイル合わせたような姿から繰り出される見たことないおかしいやつ。B って地図のありかの場所に行くところに線が接近するまでずっと喋ってたんだよね。一緒にいたら気が狂いそうだ。地下50階にいる時もステーブラ相手にやってたのかな。ガン無視するエリータさんすげえ。オライオンには切れても B はスルーして歩いてたエリータが成人すぎる。ガム手で我慢してくれるサウンドウェーブとショッキー優しい。あんな悲しい喧嘩別れしたオプとメガを見た後に副官になれることを喜んでるのおかしいだろ。こんなやつそばに置いていいの？もっと副官にぴったりなやついない？前から思ってたけどやっぱこいつ頭おかしいって。